いや、どうもどうも。週末 YouTube で動画でも見てるかい？のんびりしてる時間って本当に最高だよな。最近さ、ちょっと会社絡みのニュースなんか見てるとたまに黄金株なんて言葉を耳にすることがあってさ。なんだか宝物みたいで、いかにも凄そうな名前だろう。でもこれ実は会社の世界では結構特別な意味を持つ面白い話なんだぜ。黄金株って一体何なんだ？まず、黄金株って聞くとなんか金色の株券を想像するよな。残念ながら、見た目は普通の株券と変わらねえんだ。じゃあ、何が黄金なのかって話したら、これはたった一株持ってるだけで、その会社の重要な決定に対して、めちゃくちゃ強い拒否権を持てる特別な株のことなんだよ。普通の会社の株ってのは、例えば100株持ってる人より1000株持ってる人の方が、会社の方針を決める会議、株主総会ってやつだな。で、発言力が強いだろう。たくさんの株を持ってる人ほど、会社を動かす力が大きくなるわけだ。でもこの黄金株ってのは、例えるならたった1枚のカードだけど、いざって時に社長だろうが何だろうが全員の意見をひっくり返せるジョーカーみたいなもんだ。なんでそんな特別な株があるんだ？そんな株誰が持ってるんだよって思うよな。普通は会社が買収されそうになった時とか、特定の技術を守りたい時とか、あとは公共性の高い会社の経営を安定させたい時なんかに使われることが多いんだ。例えば、ある会社がすごい技術を持ってたとするだろう。でも、急に他の大きな会社からオタクの会社買い取らせてもらいますって一方的に買収を仕掛けられたとする。もし買収されちゃうと、せっかくの技術が全く別の方向に使われちゃったり、海外に流出しちゃったりするかもしれないだろう。そんな時に、この黄金株が威力を発揮するんだよ。もし会社の創業者とか、その技術を大事にしたい人が黄金株を持ってたら、お断りだって言えちゃうわけだ。どれだけ他の株主が買収された方が儲かるじゃんって言っても、黄金株を持ってる人がノーと言えば、その買収は成立してねえんだ。まるで大事な家宝を守る最後の切り札みたいなもんだよな。どんなところで使われてる？あまり表には出てこない話だけど、実際に使われてる例もあるんだぜ。大手航空会社とか電力会社とか、公共性の高い会社だと、もし経営が不安定になったり変な方向に進んだりすると、俺たちの生活にダメージだよ。そういう時、国とか政府系の機関が黄金株を持ってて、いざって時にストップをかけられるようになってたりするんだ。例に、重要な技術を持つ企業。日本の大事な技術が安易に海外に流出するのを防ぐために、一部の上場企業でもこの黄金株に近い仕組みを持ってる場合があるんだ。例さん、創業者の意思を守るため、創業者が会社を売却するときとかに、将来の会社の方向性を守るために、自分だけが持てる黄金株を確保しておくなんてケースもあるらしいぜ。俺たちの生活にどう関わる？普段俺たちが株を買ったり売ったりするときには、まず出会うことはない特別な株だから、直接的な影響は少ないかもしれない。でも、もしニュースで〇〇社が黄金株を発動して買収を阻止しましたなんて話が出たら、あれは会社を守るための最終兵器みたいなもんかって思っとくと話がぐっと面白くなるはずだ。群馬県にある会社だって、もし世界に誇れるような特別な技術を持ってたら、将来的にそういう守りの仕組みが必要になる日が来るかもしれねえな。まとめ。まあ、そんなわけで、黄金株ってのは、たった一株で会社の重要な決定に拒否権を発動できる超強力な特別な株ってことだな。主に会社の買収防衛とか、技術の流出防止、公共性の高い会社の経営安定化なんかに使われる、まさに殿下の宝刀みたいなもんだ。もし YouTube 見てて、経済ニュースなんかでこの言葉を耳にしたら、あれは最後の砦となる切り札の話か、くらいに思っておくと、世の中の動きがちょっと面白く見えてくるかもしれないよ。まさかたった一枚の株が会社の運命を左右するなんて面白い話だよな。